皆さんこんにちは。世界を旅するエイミーです。旅動画ってどうやって作ってるのってよく聞かれるんですが、実はそんなに難しいことはしていません。私も最初は動画編集なんて全然わからなくて、やりながら覚えてきました。海外旅行ってその瞬間にしか見られない景色や空気感がありますよね。私は後から何度でも旅を思い出したいなと思って旅先で動画を撮るようになりました。最初はスマホで撮影して簡単に編集するところから始めたんですが、気づいたら YouTube で世界の旅動画を発信するようになっていました。今回はそんな私が普段実際にやっている動画編集の流れをリアルにお見せしていきたいと思います。これから旅行動画を作ってみたい方や YouTube ちょっとやってみたいなと思っている方にも意外とできそうかもって感じてもらえたら嬉しいです。私が動画編集で使っているのはフィモーラです。初心者でも直感的に使いやすい編集ソフトで、私も長く愛用しています。操作がシンプルでわかりやすいので、動画編集って難しそうと思っている方でも始めやすいと思います。しかも AI 機能がどんどん進化していて、新しい機能が次々追加されるところもお気に入りのポイントです。最近は自動字幕作成やモザイク処理、画像から動画生成まで本当にいろいろできるようになっていて驚いています。あと、テンプレートやエフェクトの種類もかなり豊富なので、編集に慣れていなくても簡単にそれっぽい動画が作れちゃうんです。今回は実際にスイス旅行で撮影した映像を使いながら、私が普段どんな風に編集しているのか、リアルな流れで紹介していきます。私が動画編集でやっていることはシンプルで、この4ステップです。カット編集、テロップ入力、BGM、そして最後に書き出し、この流れに沿って実際に編集していきます。フィモーラは公式ウェブページから無料でダウンロードすることができます。無料版でもカット編集やテロップ挿入など基本的な編集機能はしっかり使えるので、まずはお試し感覚で触ってみるのもおすすめです。まず最初にフィモーラを立ち上げて新しいプロジェクトを開きます。編集画面が立ち上がりました。私がフィモーラで気に入っているポイントの一つが操作画面のわかりやすさです。ボタンやアイコンが見やすく配置されているので、初めてでも直感的に操作しやすいなと感じています。編集画面は主に4つのエリアに分かれています。まず左上が素材を管理する場所。ここには動画や写真、音楽、字幕など編集で使う素材を入れていきます。そして画面の下にあるのがタイムラインです。ここに動画を並べていきながら1本の動画として組み立てていきます。真ん中の画面は編集した動画を確認するプレビュー画面です。実際に再生しながらチェックしたり、文字の位置を動かしたりすることができます。そして右側では文字の大きさを変えたり、エフェクトを調整したり、細かい設定を行っていきます。それでは実際にカット編集をしていきます。まずはインポートから撮影した動画や写真を取り込んでいきます。フォルダーからドラッグ&ドロップでも簡単に取り込めるので、操作もすごくシンプルです。素材が入りました。今回はスイスでハイキングした時の半日の動画を編集していきます。タイムラインに素材を移動して使いたいシーンを選びながら不要な部分をカットしていきます。私は旅先でかなりたくさん撮影するんですが、実際に使うのはほんの一部なんです。今回も3つのカメラで撮影して40分くらいの素材でしたが、最終的に YouTube 本編で使ったのは5分くらいでした。最初は全部残したいって思っていたんですが、実際は思い切ってカットした方がテンポも良くなって見やすくなることが多いです。なので、ここは思い切って整理していきます。カット作業をするときは、プレビュー画面を大きくしたいので、右上のレイアウトモードで画面構成を変更しています。フィモーラは編集スタイルに合わせてレイアウトを変えられるのも便利なんですよね。縦動画向けの表示やデュアルモニター向けのレイアウトも用意されているので、とっても便利です。動画の再生と停止は三角の再生ボタンを押す方法とキーボードのスペースキーでも操作できます。カットした位置にこの赤いラインを合わせてハサミマークを押すと動画を分割することができます。不要な部分を消したいときはゴミ箱マークを押すか、キーボードのディリートキーで簡単に削除できます。あと、動画の端をドラッグして短くすることで不要な部分をカットすることもできます。細かく切り分けなくても調整できるので、私はこの方法もよく使っています。操作がシンプルなので、初めてでも感覚的に編集しやすいなと思います。
慣れてきたらショートカットキーを使いながら効率よくカット編集していくのがおすすめ。カットをしながら動画を見やすく整える編集も一緒に行います。例えば、このカットは3秒しかなくて手ブレもしていて見にくいです。そんな時はフィモーラ AI 機能が助けてくれます。手ブレ補正はビデオの編集画面下にある手ブレ補正ボタンをオンにすると滑らかな映像にしてくれます。それから下に並んでいるボタンも便利な機能がたくさん。AI 延長ボタンを押すと動画を伸ばしてくれますし、その他にも AI オブジェクトリムーバーでは消したい被写体を選択すると消すこともできます。それからこのストックにも進化した AI 機能が加わりました。画像から動画生成ができるようになったり、プロンプトを入れて一から動画を作ることもできちゃうんです。AI 機能はどんどん進化しているので、今後も便利になっていくこと間違いなし。基本的には旅行 Vlog では自身で撮影した映像を使用しますが、今日のような解説動画の時は AI 素材を使うのも面白いですね。手ブレ補正ができたので見てみましょう。劇的に変わるというよりは少し滑らかになったかなという感じです。あと、私がよく使う編集機能がもう一つあります。このカメラマークから動画の一部をスナップショットして画像として保存することができます。そしてその画像にパン&ズームで動きをつけると静止画でも動画のような演出ができるんです。少し動きを入れるだけでもかなり自然に見えるので、旅 Vlog でもよく使っています。最後に AI 機能を使って画像から動画を作成してみます。先ほど切り取った画像を読み込ませて、プロンプトに花にズームするようにゆっくり動きをつけてと入力してみます。すると、こんな感じの動画が出来上がりました。かなり詳細なズーム映像が出来上がってきて、本当に AI の進化はすごいと感じます。旅行 Vlog なので AI で作った映像は実際には使わないんですが、イメージ映像を作りたいときや演出を加えたいときには便利そうです。今回はより自然な雰囲気を残したかったので、ズームを使った編集の方を採用したいと思います。映像に関する処理もどんどん進めていきましょう。次はモザイク処理をしていきます。最近は AI 機能のおかげでモザイク作業もかなり楽になりました。エフェクトの AI エフェクトからいろいろな種類のモザイクを選ぶことができます。さらに動画をダブルクリックしてビデオの項目を下に見ていくと AI 顔モザイクという機能もあります。ここをオンにすると AI が自動で顔を検知してモザイクをかけてくれるんです。以前は手作業で追いかけながら編集していたのでかなり時短になりました。これは本当に感動のアップデート。旅行中はなるべく人の顔が映り込まないように気をつけて撮影しているんですが、どうしても入ってしまうこともあるので、その時は失礼してモザイクをかけさせてもらっています。他にもエフェクトには便利な機能がたくさんあります。例えば顔をメインで撮影しているシーンではシワを自然に目立ちにくくしてくれたり、ニキビ除去までできる機能もあり便利です。次にフィルター機能も紹介しておきます。少し暗くなってしまった映像にフィルターをかけて明るく見せたり、色味を調整することもできます。こうして比べてみると結構印象が変わりますよね。私はなるべく撮影した時の雰囲気を活かしたいので、基本は大きく加工しないんですが、暗くて見にくい映像の時はフィルター機能や明るさ調整を使って見やすい映像に整えることもあります。それからトランジションもよく使う機能の一つです。これは場面を切り替える時に使う演出なんですが、私は日にちが変わる時や場所が変わるタイミングで使うことが多いです。今まで紹介してきた機能の中にはダイヤマークがついているものがあります。これらはフィモーラ専用の追加素材サービスクリエイティブアセットに加入すると使える機能や素材です。テンプレートやエフェクト、音楽などかなりたくさんの素材が使えるようになります。クリエイティブアセットを使うには先にライセンス契約が必要です。ライセンス契約はフィモーラの有料プランで書き出した動画に透かしを入れずに使いたい場合や AI 機能を使いたい場合にライセンスが必要となります。プランがいくつかあるのですが、私のおすすめは買い切りで使える永続ライセンスです。動画編集ソフトってサブスク型だと毎月費用がかかるものも多いんですが、フィモーラは一度購入すれば長く使えるので、これから動画編集を始める方にも使いやすいと思います。あと、ダイヤマークがついている素材とは別に AI クレジットもあります。これは AI 機能を使うときに消費されるポイントのようなもので、ライセンス契約時に最初からいくらか付与されています。
もし足りなくなった場合は、後から追加購入することもできます。プランについては、概要欄にフィモーラの公式ページを貼っておくので、チェックしてみてください。これでカット編集は終了です。最初は40分ほどあった素材も、ここまでで6分くらいまで整理できました。最終的には3分くらいの動画にしたいので、この段階ではまだ少し長いなというのを把握しながら編集を進めています。カット編集って難しそうに見えるんですが、実は動画のテンポを決める一番大事な部分でもあります。私はいつも旅の楽しかった思い出を振り返りながら編集できるので、この時間も含めて動画制作の好きなところです。ステップ2は文字入れとテロップ編集をしていきます。私の旅行 Vlog は基本的にナレーションを入れずにテロップでその土地の情報や旅先で感じたことを伝えるスタイルです。フィモーラには最初からたくさんのタイトルテンプレートが入っているので、好きなデザインを選んで使うことができます。字幕だけでもシンプルなものから少し動きのあるおしゃれなデザインまでいろいろあるので、最初はかなり迷いました。今はこの字幕4というデザインをベースによく使っています。気に入ったデザインはお気に入り登録もできますし、自分好みに調整したものはカスタムとして保存しておけば、文字を入れ替えるだけですぐ使えるので便利です。ある程度ナレーションがある動画でも、リアクションやポイントだけテロップを入れるとかなり見やすくなるんですよね。動画をスマホで見ている方も多いので、テロップがあると内容も伝わりやすくなるなと感じています。早速、字幕テロップを入れていきます。今日はいつもと少し違うテロップデザインを使ってみようと思います。私の YouTube 動画では旅情報も一緒に発信しているので、これからスイスに行く方の参考になればいいなと思いながら、情報も入れつつテロップを作っています。テロップ編集をしながら動画の長さを微調整したり、不要な部分をさらにカットしたりしながら進めていきます。こうやって編集していると、だんだん一本の動画として形になっていく感じがして楽しいんですよね。先ほどパン&ズームで編集した画像には、さらにエフェクトも追加しちゃいましょう。少し動きや演出を入れるだけでも映像の雰囲気がかなり変わります。BGM は後で全体を見ながら調整したいので、先に効果音だけ入れていきます。フィモーラにはオリジナルの効果音や BGM もたくさん入っているので、一覧から気になるものを選んで音を確認してみます。あとはタイミングを合わせながらオーディオラインに配置していきます。これでテロップ入力が完了しました。AI 字幕編集で便利な機能やナレーション機能も紹介していきます。フィモーラには入力したテキストを AI 音声で読み上げてくれる機能があります。オーディオのテキスト読み上げをタップして読み上げてほしい文章を入力すると自動で音声を生成してくれます。今回は先ほど録音しておいた私の声をベースに AI ボイスを作ってみます。どんな感じで読み上げてくれるのかちょっと楽しみです。私が動画編集でやってることはシンプルで、この4ステップです。カット、テロップ入力、BGM、エクスポート、この流れによって早速やっていきましょう。おお、少し可愛らしい感じの声で読み上げてくれました。しかも、同時に字幕まで作成してくれるので、かなり便利です。自分の声でナレーションを入れたいときは、このマイクボタンから直接録音することもできます。そして、動画内にナレーションや会話が入っている場合は、文字起こし機能を使うと自動で字幕を生成してくれます。言語を選んで生成するだけなので、かなり簡単です。実際に使ってみると、想像以上に精度が高くて驚きました。改行の位置を変えたり、漢字を修正したいときは、自分で細かく編集することもできます。AI 機能、本当に便利すぎます。動画のスタイルに合わせて、必要なところだけ AI 機能を活用すると、かなり編集効率が上がるなと感じています。全部を AI に任せるというより、自分の編集をサポートしてもらう感覚で使うのが、私はちょうどいいなと思っています。フィモーラはアップデートもかなり頻繁なので、新しい AI 機能がどんどん追加されているんですよね。最新の AI 機能や使い方については、フィモーラ公式 YouTube でも随時紹介されているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。私もそこで新しい情報をキャッチアップしながら、編集の効率アップにつなげています。次に場所を入力していきます。都市やお店、レストランなど、どこに行ったか備忘録のためにも残すようにしています。最後にオープニングとエンディングを作っていきます。テンプレートを見てみると、最初から完成されたおしゃれなオープニングがたくさん入っています。こんな映画みたいなテンプレートもあって、見ているだけでもワクワクしますよね。
さらにタイトルでオープニングを検索すると、こちらにもおしゃれなデザインがたくさん用意されています。オープニングって動画の印象を決める大事な部分なので、かなり悩みます。今回はせっかくなので、いつもと少し違うテンプレートを使ってみようと思います。どれを選んだかは完成してからのお楽しみです。そしてエンディングも検索すると、たくさんテンプレートが出てきました。今回は一度使ってみたかった映画のエンドロール風のデザインにしてみます。このテンプレートをベースに旅 Vlog っぽくアレンジしながら作っていこうと思います。ステップ3は音楽と BGM の編集をしていきます。私は映像と同じくらい音楽選びを大事にしています。同じ映像でも BGM が変わるだけで動画の雰囲気ってかなり変わるんですよね。旅行 Vlog の場合はなるべく現地の音を残したいと思って撮影と編集をしています。今回のスイス旅は一人旅だったので、おしゃべりも少なくて自然の音をしっかり撮ることができました。鳥の声や風の音、その場の空気感まで残せるので、後から見返した時に旅の思い出がよりリアルに蘇る気がするんですよね。ただ、山の上はかなり風が強くて、場所によってはゴーゴーと風の音が入ってしまっていました。なので、そういう部分は BGM を重ねながら全体のバランスを調整していきます。音の大きさはこの下の波形やオーディオパネルを見ながら確認したり調整することができます。右側には音量メーターもあるので、音が大きすぎないか確認しながら編集しています。また、オーディオパネルのノイズ除去からは風の音など調整してくれる機能もあって便利です。次は BGM。フィモーラには最初からたくさんの BGM や効果音が入っているので、動画の雰囲気に合わせて選ぶことができます。ジャンルごとに分かれているので探しやすくて、無料で使えるものも多いです。気になったものはその場ですぐ視聴できるのも便利です。ここにも AI 機能があって、なんとこの動画オリジナルの音楽を作ることもできるんです。ジャンルやムードを組み合わせて作ることもできますし、プロンプトを入力して生成することもできます。今回は大自然の中をハイキングする BGM と入力して作ってみます。出来上がりました。聞いてみましょう。スイスの大自然に合うような爽やかで落ち着いた雰囲気の音楽が出来上がりました。AI でここまで作れるのは本当にすごいですよね。音楽が決まったらタイムライン下のオーディオ部分にドラッグして配置します。あとは映像の切り替わりやテンポに合わせてタイミングや音量を調整していきます。今回はフィモーラの素材を使って編集していますが、普段はかっこいい音源が多いエピデミックサウンドの音楽を使うこともよくあります。私は景色をしっかり見せたいシーンでは、あえて音楽を小さめにして現地の環境音を残すようにしています。逆に移動シーンやテンポよく見せたい場面では少しリズム感のある音楽を入れることもあります。こうやって音を重ねていくと一気に動画っぽくなってきて完成に近づいてきた感じがします。これで音入れも完了です。最後のステップとして一度動画を最初から最後まで通してチェックしていきます。問題なければ最後に書き出し、エクスポートをして完成です。意外と簡単でしたよね。私はいつも編集しながら旅の思い出をもう一度楽しめる感じがして、この時間が結構好きなんですよね。それでは出来上がった動画を見ながら、私がこの編集ソフトを使っている理由をお伝えします。最後の坂道。
私がこの編集ソフトを使っている理由は、まず一つが買い切りで使えるところです。サブスクだと毎月かかるのが気になるんですが、フィモーラは一度購入すれば使い続けられるので、これから始める方にも安心かなと思います。バージョンアップが入るときは追加料金が必要になりますが、それでも他の編集ソフトに比べるとコスパがいいです。あと、使っている人がすごく多くて、調べると情報がたくさん出てくるのもポイントです。わからないことがあっても、すぐ解決できる環境があるのは心強いですよね。先ほど紹介した公式 YouTube でもタイムリーに情報をキャッチアップできるのが嬉しいです。それから最近は AI 機能もどんどん増えていて、編集がかなり楽になってきています。私も全部使いこなしているわけじゃないんですが、こんなこともできるんだっていう機能が増えていて、これから始める方にはすごくいいと思います。さらにパソコンだけじゃなくてスマホやタブレットでも使えるので、自分のスタイルに合わせて編集できるのも便利です。いろんなソフトがある中で続けやすいっていうのが一番大事だと思うので、私は簡単なのに本格的なフィモーラを使っています。今回の動画はいかがでしたでしょうか？いつもの旅 Vlog とは少し雰囲気を変えて映画っぽいイメージで編集してみました。オリジナル BGM もスイスの大自然にぴったりな音楽になっていて、 AI 機能の進化にもかなり驚きました。スイス旅は本当に絶景のオンパレードだったので、ぜひ本編の Vlog 動画もチェックしてみてください。私はいつもこんな感じで動画編集をしています。最初は難しそうに見えるんですが、あれ？意外とできるかもってなったと思います。動画ってただ記録を残すだけじゃなくて、後から何度でも旅の思い出を振り返れるのが本当にいいなと思っています。皆さんもぜひ旅の思い出を動画として残してみてください。この動画がこれから動画編集を始めてみたい方や YouTube をやってみたい方の参考になったら嬉しいです。フィモーラのダウンロード URL や公式サイト、YouTube チャンネルは概要欄に貼っておきますね。無料でダウンロードできるので、ぜひ使ってみてください。旅動画を作ってみたくなったよ。スイスの景色に癒されたという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録、コメントもいただけたら嬉しいです。もし好評だったら、今度は旅動画の撮影で気をつけていることについても動画にしてみようかなと思っています。それではまた次の旅動画でお会いしましょう。ゴルフトラベラーエイミーでした。